こんにちは、おっちゃんドドドドです。今回の動画はスマートディスプレイを買ってしまったおっちゃんのお話です。買ったのはカエリアのスマートレコードディスプレイ KDR-D21 です。 PS5 Pro の購入用にコツコツ貯めてた資金を投入してしまいました。娘よ、すみません。もうしばらく我慢してください。話を戻しまして、今流れてる動画も KDR-D21 の映像です。逆光気味でもしっかり映像が撮れています。安心です。カメラ位置も変えてみました。指示器の真下にフロントカメラをセッティングしてみました。今のところ問題は起きてないので大丈夫そうです。ちょっと戻りまして、現物の確認。ビニールの包装を剥がしてないので光が映り込んでしまってます。見づらいですがごめんなさい。おっちゃんの NM4 はフロントホイールを丸ごとカバーしてしまってるので、前輪の空気圧チェックがとても面倒でした。空気圧のモニタリング機能が地味に嬉しいです。 GPS も最初からついてました。メモリーカードは最大 256GB まで対応してるようです。 Apple CarPlay にも対応。この機能が一番欲しい機能でした。ここで注意点。マイクロ SD カードは転送速度の速い U3 のメモリーカードを使いましょう。 U1 のメモリーカードを使うと撮影された動画が途切れ途切れになります。おっちゃん試してみました。それでは開封します。説明書は置いておいて、アタッチメントと本体は別々の箱に入ってました。こちらには本体の液晶とカメラとエアーバルブと GPS が。思ってたより本体は薄かったです。カメラは大きい。しっかり映してくれそうです。 GPS はよく見るタイプな感じかな。エアーバルブのセンサーは大きめ。開けるとボタン電池が入ってました。定期的な交換が必要そうです。カメラの位置合わせ、また穴を開け直さなければそのままではつきません。取り付けシーンは省略しました。ごめんなさい。手持ちのマウントを使ってみました。うまくついたけどスマホホルダーどこにつけよう。散々考えてやはりセンターに。メーターは視認できるのでこれでよし。振動からスマホを守るアタッチメントもつけてたのでスマートではないけれど結局つけることに。もったいないもったいないのおっちゃんです。ですが充電もできるのでよしとします。笑い。スマートモニター起動後に60秒 DFS のチェックが入るようで時間がかかります。何やら電波法に準ずる何かなようで仕方がない仕様です。と思ってましたが、ファームウェアのアップデートで電波法に準じた範囲で短縮化されるそうです。おっちゃんのスマートモニターもアップデートせねば。モニターとスマホホルダーのステーも作ってみても良いような気がしてきました。今のところ大丈夫だけど。続きまして走行動画。この日は晴天。バイクで走るのに最適でした。いい気持ち。やはり少し涼しいくらいの方がストレスなく走れます。最近は雨の時ばかりバイクに乗ってたので晴れ間に乗れて幸せな気分のおっちゃんです。逆光気味でもちゃんと映像が確認できます。風切り音はバイクなので仕方ない感じ。リアのカメラも良い感じです。フロントカメラはフォグランプの横からウインカーの真下に移動させました。理由は簡単。
カメラが大きくなって収まらなくなったためです。フロントのカメラ位置が上がったので少し見やすくなりました。それでもフロントタイヤが映り込んでます。リアカメラの位置は前のままです。さて次は雨の日の映像です。やはりカメラに水滴はつきます。相変わらず対策を施さないおっちゃんです。薄暗くて雨でも信号の色は確認できます。良い感じです。リアカメラも雨でびっちゃり。最近急に肌寒くなってきたので雨も冷たく感じてきました。異常気象の影響か秋を通り越して急に冬が来た感じです。朝もめっきり冷え込んできました。そろそろ冬用のジャケットの出番ですね。トンネルの出入りでの明暗も特に問題なく映ってますね。優秀。こういった機能は当たり前なのかもしれませんが、ドライブレコーダーの映像を今までは見返すことがなかったので、見返してみると最近はカメラの性能も良くなったので安心ですね。高速道路も走ってみました。雨が風圧で流されていって見えづらい感じではなかったです。フロントフェンダーが簡易板しかついてないので相変わらずヘルメットにまで水しぶきが跳ね上がってきます。気がつけばヘルメット泥だらけなんてことにもなってたりします。なので大雨の方が泥が流れていってよかったり笑い。ゆっくり走ると跳ね上がってる水しぶきがよく映ってます。フロントフェンダー大事です。皆さんは外さないようにしましょう。続きまして夜の国道の映像です。おっちゃんの NM4 のフォグランプはスポットタイプではないため近くを広く照らしてる感じ。映像的には良い感じですが少し暗い感じです。スポットタイプも買って試してみたいです。本題の夜の映像ですが信号もちゃんと映ってます。街灯や店舗の明かりがあると暗くてもちゃんと識別できてるので安心。フロントカメラのレンズが曇ってるようで白ぼけしてる感じです。おっちゃん、カメラレンズの汚れはちゃんと拭きましょう。それにしても肌寒い。外気温のセンサーは15度となってました。まだ18時くらいの時間でしたが夜はインナーを着た方が良いのかなと思いました。取り付けから4ヶ月ほど使ってみましたがトラブルもなく使用できてます。メモリーカードは書き込み速度が速い耐久性が良いタイプを買うと良いかもしれません。本体の取り付けもちょっとした電装が取り付けれる方なら取り付けできそうです。おっちゃんの NM4 は外装が多いので手間が多い感じですが配線の取り回しは割とスムーズに行えました。最近ちっとも NM4 をカスタマイズしないおっちゃんですが今後の NM4 のカスタマイズ計画はまだ頭の中です。笑い。というのも言い訳ですがカスタマイズするためにバイクをバラしてると通勤に使えなくなってしまったり見切り発車で出来が悪くなっても嫌なのでしっかり案を練ってからカスタマイズしたいと思います。それでは今回の動画はここまで。皆様良いバイクライフを。ご視聴ありがとうございました。